Hi, it's Lily. Happy Sunday. 皆さんお元気ですか？やっと朝と夜が秋っぽくなってきましたね。皆さんの地域も涼しくなってきましたか？今回は日本とアメリカの文化の違いを見ていきながら、アメリカ人が喜ぶお土産について話していきたいと思います。素敵なお土産になるものはたくさんありますが、今回は私のおすすめをまとめてみたので、皆さんにご紹介したいと思っております。ちょっと意外なお土産や NG なお土産もいろいろ紹介していきます。出張やホームステイに行くとき、または外国人を日本に迎えるとき、日本のどんなお土産を渡せばよいか悩む人が多いと思います。私も結構お土産選びに悩んでしまいます。ちょっとでもアメリカ人のためのお土産探しが楽になるように、今回の内容をまとめてみました。もちろん今旅できるような状況ではないですが、世界が落ち着いてまた海外旅行やホームステイができるようになったら、ちょっとでも参考になれたらなと思って今回の動画を作ることにしました。私のおすすめのお土産をご紹介する前に、ちょっとだけアメリカのお土産文化について話そう。そもそもお土産文化ってアメリカにあるの？はっきり言うとアメリカにはお土産はありますが、日本のようなお土産文化はありません。アメリカのお土産は日本のお土産とはちょっと違います。どういうことかというと、お土産を渡す義務や習慣はアメリカにありません。そしてお土産を渡す相手は日本とは違います。日本でしたら旅行などに行った際、会社の同僚や家族にお土産を買うのは一般です。人それぞれお気持ちは違うと思いますが、旅行に行ってお仕事を増やしてすみませんだったり、いつもお世話になっておりますなどなど、こういった感謝の気持ちは日本のお土産文化のベースにあると思います。その反面、アメリカ人にとってのお土産はもっとシンプルで、友達にあげるプレゼントのようなものです。会社によってはいろいろ異なると思いますが、基本的に親しい友達でない場合、アメリカ人は同僚にお土産を買ってこないです。親しい友達、恋人、家族ぐらいですね。旅行から帰ってきたら同僚に旅の話をしたり写真を見せたりしますが、それぐらいですね。プレゼント感覚なので、いつもお世話になっております的な気持ちではなく、旅行中にあなたのことを考えてたよだったり、喜びそうなものあったから買ってきたよ的な感覚はアメリカ人のお土産のベースにあります。もう一つ大きく異なる点は、実際にお土産として買ってくるものです。日本でしたらお土産といえば 90% の場合、行かれた国や地域の食べ物ですね。アメリカの場合は食べ物よりも物を買います。プレゼント感覚なので、相手が長く使えるものや喜ぶものが一般だと思います。もちろんケースバイケースなので、物ではなく食べ物を買う場合もありますが、日本ほどではありません。アメリカのお土産といえば T シャツ、マグカップ、ステッカーなどなど、このようなものが思い浮かびます。ちなみにお土産を英語で検索すると Souvenir と出てきます。今説明した友達へのプレゼントという意味ももちろん含まれていますが、実はこの Souvenir は思い出のための自分用のプレゼントという意味もかなり強いです。もしかしたら自分用のお土産を買う方がアメリカでは普通かもしれません。面白いですよね。同じお土産でも国によっては全然違います。ではアメリカ人が喜ぶお土産ってどんなものなのでしょう。アメリカ人に喜ばれる日本のお土産について話そう。日本的だねと思うものから、お土産にこれってあり？って驚くようなものもいろいろご紹介しますので、よかったら最後まで見てみてください。今回ご紹介するものは、私が勝手にいいお土産になるって思っているものです。ケースバイケースだと思いますので、自己判断でお土産ショッピングを楽しんでください。では早速 Let's talk。 最初は食べ物やスナックから見ていきましょう。日本のお菓子はアメリカ人に大人気です。日本のスナック食べてみたというような内容の動画が数年前から YouTube でブームし、今もよく日本のスナックやお菓子を紹介する動画を見かけます。このような動画をきっかけに、アメリカの多くの子供や大人は日本のお菓子にとっても興味があります。
私はいつも日本のキットカットをお土産にしています。キットカット？アメリカにもあるでしょと思うかもしれません。アメリカにはキットカットはありますが、日本のとは全然違います。アメリカバージョンは甘くて、日本と比べてクオリティがかなり低いです。抹茶、ラズベリー、チーズケーキなどなど、こういったフレーバーはアメリカにはありませんので、日本限定のキットカットの味がおすすめです。今までいろんな方々にお土産としてキットカットをあげてきましたが、アメリカ人に親しみのあるキットカットはいつも大人気です。アメリカのキットカットと全然違う、フレーバーもユニークだねと感動する方が多いです。ポッキー、キノコの山、コアラのマーチなどなども大変おすすめです。アメリカ人はチョコが大好きなので、このようなスナックは間違いないですね。コアラのマーチのようなお菓子はただ美味しいだけではなく、日本ならでの可愛さもあります。アメリカには可愛い系のお菓子ももちろんありますが、甘くて色はめちゃくちゃピンクとかグリーンでちょっと派手ですよね。また日本とは全然違います。お土産におすすめのもう一つはグミです。アメリカにはガミベアーズとかガミワームズはありますが、日本のグミは100倍美味しいです。多くのアメリカ人はグミ大好きなので、日本のクオリティの高いグミを食べるとハマると思います。日本のお菓子は本当にどれも美味しいので、グミだったりチョコだったりクッキーなどなどでしたら誰でも喜ぶと思います。じゃあ和菓子の場合はどうでしょう。和菓子ももちろん素敵なお土産になると思います。ただしちょっと注意も必要です。アメリカにはあんこやお餅のような食べ物はないため、食感や味が苦手なアメリカ人が多いです。和菓子はちょっと慣れるのに時間がかかったりします。和菓子が初めてというアメリカ人にはいちご大福やお餅アイスなどがおすすめです。じゃあおせんべいは？おせんべいだったら大丈夫でしょって思うかもしれません。実はおせんべいもちょっと当たり外れがあります。姉は日本に遊びに来るたび、同僚にお土産を買って帰ります。毎年いろいろ買って帰るんですが、おせんべいはあまり人気なかったと言っていました。私たちは大好きなのでちょっと謎ですが、もしかしたらアメリカ人には硬すぎるかもしれませんね。揚げせんべいの方がアメリカ人に向いているかもしれませんね。食べ物系で最も注意が必要なものは海の味がするものです。アメリカ人は日本人ほど魚を食べないため、日本的な干しイカとか持っていくと Wow! No way! と反応したりします。もちろんどんなものでもお土産にしてもいいと思いますが、やっぱ昆布とかイカ、魚など苦手なアメリカ人が多いため、無難なチョコなどもバックアップとして一応持っていくといいかもしれません。次は食べ物ではないお土産になるものを見ていきましょう。個人的におすすめナンバーワンは文房具です。日本の普通のボールペンからノートまで、アメリカのとは全然クオリティが違います。日本の消せるペンも本当に素晴らしいです。毎日使っているのでいつもお土産にしています。日本ならでの可愛い付箋もおすすめです。ゆるキャラとかもアメリカにないので、そういったものも面白いと思います。もしホームステイ先に子供がいたら、可愛い形の消しゴムやマグネットいろいろ買ってあげると大変喜ぶと思います。とりあえずロフトのようなお店に行けば、きっとアメリカ人が喜ぶものがたくさん見つけられると思います。スターバックスのマグカップも大変おすすめです。実は多くのアメリカ人はご当地マグカップを集めます。日本のスターバックスでしか買えないマグカップやタンブラーをお土産にするとすごく喜ぶと思います。このマグカップのデザインをきっかけに日本の文化の話も盛り上がると思います。日本の化粧品もとてもいいお土産になると思います。最近アメリカでは日本のコスメが大ブームしております。特におすすめは日焼け止めです。アメリカの日焼け止めはちょっとベタっとつきますし、重く感じます。日本の日焼け止めは本当に塗りやすくてベタベタしないです。アメリカの皮膚科が日本の日焼け止めをレビューしている動画を見たことありますが、クオリティなども全然違うと言ってました。保湿クリームもとってもいいと思いますし、フェイスパックも楽しいお土産になると思います。やっぱりアメリカには日本ほどの種類ないですし、日本ほどスキンケアに力入れてないので、アメリカ人は日本のコスメは大変喜ぶと思います。
最近ね、コロナでいろいろ変わってきて、アメリカでもマスクをつけるようになりましたね。以前使っていませんでしたが、今はアメリカでマスクをつけるようになったので、日本のマスクはお土産にできるかもしれませんね。今後ね、アメリカ人はマスクを使い続けるか分かりませんが、何かのためにマスクをお土産にしても全然いいと思います。まだまだ素敵なお土産になるものはたくさんありますが、次はちょっと NG なお土産について話しましょう。もちろん今から話す内容は私の個人的な意見なので、これは絶対だってわけではありません。人それぞれです。アメリカにお土産を持っていくとなると、多くの方々はすごく日本的な扇子、風呂敷、浴衣などなどを選びます。ニュースなどでセレブが着物を着て炎上しているのを見たことありますか？ご存知の方も多いと思いますが、アリアナ・グランデもそうでしたね。ちょっと難しい話ですが、これが最近アメリカでよく耳にする言葉です。ちょっと私もよくわかりませんが、アメリカで毎週こういったものがニュースになっています。他の国の文化に興味を持っていろんなグッズなどを買ったりするのはとってもいいことだと思います。でも今アメリカで違う国の服を着たりするだけで、文化のだって声が上がるようになってしまいました。その文化を尊敬していたら普通に問題ないと思いますが、ちょっと今アメリカがいろいろがね、大混乱中の中なので、アメリカ人にジンベエや浴衣などをあげても、特に都会の方に住んでいる方でしたら使い方に困ってしまう場合があります。決してお土産にしてはいけないってわけではありませんが、これをちょっと理解した上で選んだ方がいいと思います。ちょっと私もよくわからない話なので次に行こう。お守りなど宗教的なものも要注意です。確かにヨガなどアメリカで大人気ですし、仏教にも興味があるアメリカ人はたくさんいます。ただし多くのアメリカ人の場合、自分自身の信仰を持っていて他の宗教にあまりオープンでなかったりします。日本人は一応仏教ですが、教会で結婚式を挙げたり他の国のホリデーも祝います。日本ではこういったようにいろんな宗教や文化をミックスしますが、アメリカでしたらそこまでミックスしません。イスラム教の人はイスラム教、キリスト教の人はキリスト教、ユダヤ教の人はユダヤ教って、やっぱりくっきり分かれてます。なのでお守りやそういったものは人によっては NG だったりします。お酒もそうですね。日本酒などアメリカ人にとっても人気です。でも宗教的な理由でお酒を飲まないというアメリカ人も結構います。事前に Do you have any dietary restrictions? と聞くといいと思います。ちなみにイスラム教やユダヤ教の人は豚肉がダメで、ヒンドゥー教の人は牛がダメです。お肉に関しても同じ Do you have any dietary restrictions? と聞くといいと思います。最近宗教関係なくビーガンだったりベジタリアンなども増えてきているため、同じように事前に聞くといいと思います。 Anyway、 そんな感じです。私のおすすめのお土産でした。相手とコミュニケーションを取るきっかけになるので、お土産は本当に素敵だと思います。皆さんはいかがですか？他にアメリカ人に受けそうなお土産は何ですか？経験や感想などお聞かせください。ではここから今週のリリーのナチュラルライフのお話です。やっと涼しくなりましたので、秋に向けて種植えスタートしました。今年の夏、畑頑張りましたが、まだまだ未経験すぎてたくさん失敗しました。今年の一番の失敗は大豆でした。立派に育ったと思ってたら、中の豆がちゃんと成長してなかったです。いろいろ調べてたら、このカメムシが犯人だそうです。今年は枝豆は食べれなかったけど勉強になりました。絶対に農薬とか使わないので、来年は他のナチュラルな方法で枝豆に挑戦したいと思います。虫がね、一番大変ですね。
でも彼らはただ必死に生きているだけなので、絶対に殺したりはしたくありません。オクラはたくさんできたけど、やっぱ葉っぱは全部やられました。かぼちゃは今のところ大成功です。これからたくさん失敗してたくさん学んで、もっともっと地球に優しい農法を身につけていきたいです。ここまで見てくださりありがとうございます。I hope you have a wonderful day. また次回の動画でお会いしましょう。楽しみにしてます。Have a great day. Goodbye.